はようございます。寺さんです。今回はこちらの松の絵を描きます。それでここはいつもの私の工房と違うんですが、劇団さんが稽古をしている場所です。今日お休みなので広い場所が空いているので、ここで絵を描こうと思います。それで後ろにプロジェクターで映してあるんですが、こちらのちょっと拙い漫画のような絵なんですけど、これの線の部分だけをプロジェクターで映して進めていきたいと思います。後ろにパネルが2枚並んでいるんですが、大きいので半分に真ん中で分けて2枚になっています。襖に松の絵が描いてあるということなんですが、襖のちょうどこのつなぎ目のところをパネルのつなぎ目にしています。プロジェクターとパソコンです。それでプロジェクターがレンズがあまり広角じゃないのと、スペース上これ以上下がれないので、右側のパネルと左側のパネル別々に写して描いていこうと思います。実際のパネルと絵の位置を合わす方法なんですが、ここに実際の一尺 303mm ずつ印をつけて、絵の方にも 303mm ずつの縦横格子状にラインを入れて、それをパネルと絵の方で合わすとパネルに正確な位置が出ます。光を遮って見ると描き忘れているところが分かりやすいですね。ここが右側を描き終わったので、今プロジェクターを左側にセットし直してこちらを描いていきます。線が描けました。ハケムラをわざと出して、これが木肌に見えるような感じで、ハケのムラを生かす感じでせっかくなんで、描いていきます。ベタ塗りにすると変化が乏しいというか、せっかくこのムラがもったいないので、これを生かしたいと思います。もともと油絵を描いてたんで、こういう豚毛のハケ、普通こういうのでは描かないですよね。普通はもうちょっと柔らかい筆でみんな描くんでしょうけど、ちょっとこれに慣れちゃっているので逆に柔らかい筆はちょっと使いにくいです。それは個人的なというか何を使わないとダメっていうのはないんですけど、豚毛のハケはコシが強いんですよね。そのコシの強いのを生かして絵を描いてます。芝居のこういう描き割りだとどちらかというと日本が近いんでしょうね。あと輪郭最後に黒でなぞるので、今の時点ではアバウトに描いておきます。
こういう場所、ただ塗りつぶす、塗りつぶせばいいんですけど、こういう場合、こういう、ランダムにいつも塗っていきます。こうすると刷毛目が気にならないというか、こういろんな方向でやった方が、例えばこういう風に塗ると、こう塗ったところの表情が単調になるというか、塗りつぶしましたっていう感じになるので、こうあえてこういろんな方向から刷毛を動かします。一番よくあるのがこういうこの手の動き、右手だとこういうこを描く感じでこう塗って、なんか手で塗ったっていうのが分かりやすい時があるので、ちょっとそうならないように、いろんな方向でやればそういうのもないので、単調にならないようにごまかしてるって言えばごまかしてるんですけど、気にならないようにしてるっていうことですね。松の葉をイメージして、どうせ刷毛を動かすにしろ、どうせ塗りつぶすならやっぱり松の葉っぱをイメージしながら塗った方が刷毛目も活かせると思います。これ違う葉っぱとか雲とかだと、こういうなんか回すかなんかものによったらこう叩いたりとか、いろいろやり方見せ方はあると思います。今回は松の葉っぱなんで、細かい、このぐらいのピッチの幅で動かすと刷毛跡が松の葉っぽいかなということで、今回はこうしてます。ただ塗りつぶすにしても、そういうのを意識しているとしてないとでは見た目が、最終的に仕上がりが変わってくるので、心がけというか、絵心という、絵心でしょうね、こういうことは。この辺が最初に輪郭描いた時の線の方が目立つので、もう一度二度塗りしてこの線が目立つのをぼやかします。とりあえずざっと下塗り色がつきました。
葉っぱの部分が描き終わりました。1時間半ぐらいひたすら描いてましたけど、葉っぱ普段こういうのは描かないんでちょっといびつな感じですけど、なんとか形にはなったと思います。次は幹と枝を描いていきたいと思います。苔を描いてるんですが、苔のハイライトを白い部分を描いていきます。苔が生えてるのが定番なんで苔の方も描いてみます。結構雑な感じですけど、実際劇場は一番近いお客さんで10メーターぐらい離れてるんで気にならないですね。こういう雑なのが単調なんで緑を少し入れて、完成したので寄ったところを撮ってみたいと思います。荒いんですけど、実際一番近いお客さんは10メーターぐらい離れたところから見るのでなんとか見れると思います。松を描くのは3回目なんでちょっと慣れてないんですけど、写実的なのを2回ぐらい描いたことあるんですけど、こういうのは初めてだったんで、葉っぱのピッチが、感覚が綺麗に揃っていると美しいんでしょうけど、結構いびつなんですが、本職で歌舞伎とかの描き割りを描く人が見たらなんじゃこりゃって感じなんでしょうけど、なんとか鑑賞に耐えるようなものが耐えるのかわからないですけどできたと思います。芝居なんですけど、設定が踊りの和尚さんの稽古場という設定で、建物も新築っていうので新しい感じもニュアンスも出そうと思って描いてみました。普段絵は描くんですけど、こういう古典の思いっきり古典な感じのはたまにしか描かないんで慣れてないんですけど、なんとか形になってよかったと思います。この場所が10時までしか使えないんですが、なんとか今9時5分、あと片付けもして時間内に出れそうというか終わってよかったです。実際1時ぐらいから書き出して9時なんで8時間、終わってよかったです。今回は松の書き終わりを書く動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら。